にちは、QW のゆうです。今回は的中率高い人は〇〇が共通してできているというテーマでお話をしていこうと思います。弓道を始めた頃に全国の猛者たちのシャオを食い入るように見ていて、シャオをひたすら見て盗んで自分のものにしてっていうのをやっていました。そんな私が思う的中率の高い人は共通してあることができているっていうのに気づいたので、今回それをお話ししていこうと思います。主に技術編と特徴編っていう2つに分かれているので、ぜひ参考にしてみていただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。はい、まず技術編です。こちらは分かっている方も多いと思うので、さらっとやっていきます。全国大会って1回行われる試合って24マトぐらいザラーっと並んでいます。みんながザラッと並んでいる時にひときわ目立つのってやっぱりこの3つかなと思っていて、1つが胴作りが全くぶれないで、もう1つがつのみが鋭いで、もう1つが離れにキレがある。やっぱこの3つは上手い人ほど目で追ってしまいますよね。で、全くぶれないし、その選手の体をよくよく見ると遠くからでも上下左右の伸び合いができているっていうのがすごくよくわかります。ぶれない胴作り、鋭いつのみ、キレのある離れっていうのは的中率の高い人になればなるほど追求しているから、練習の努力がにじみ出ているっていうのがよくわかります。それぞれのコツや解説をしている動画を以前にアップをしているので、気になるよっていう方は概要欄と、あと次に紹介するサムネの動画を見て練習していただけたらと思います。はい、次は的中率の高い人の共通点、特徴編をお話をしていこうと思います。まず一つ目は、毎回同じリズムで弾いているです。私もこれ気づいた時、結構目から鱗でした。めっちゃ上手い選手の1本から4本目の動画っていうのを撮ってたんですね。モノミから離れまでなんですけど、後で写真フォルダー見たら毎回同じ秒数だったんですよね。すごーって会場で鳥肌が立った記憶です。そこからここに戻って、モノミで何秒、打ち起こしで何秒ってリズムを決めて弾くようにしたら、結構矢所が固まってきたんですよね。回に入ってから何秒って数えることはあると思うんですけど、モノミからリズムを決めてっていうのはすっごいおすすめです。2つ目は射の再現性が高いです。やっぱり的中率が高い人っていうのは矢所が固まりますよね。固まるっていうのは毎回同じように弾いているイコール再現性が高いっていうことが分かります。先ほど紹介した一定のリズムで弾くっていうこともしかり、射法8節のそれぞれの要素で気をつけることっていうのを絞って毎回確認するように弾いています。毎回確認するっていうのはどういうことっていうと、例えば足踏みの大きさ、角度っていうのは合っているかな、よし OK 合ってた。じゃあ次、胴作りの縦線の意識はできているかな、よしできている OK っていう風に毎回再現性が高くなるようにポイントを押さえるように確認をしています。なのでその毎回気をつけるポイント同じように弾くっていうのができるんじゃないかなと思っています。3つ目なんですけど、1本への集中力が高い。これは先ほどお話ししたように的中率の高い人って再現性が高いんで、意識するポイントが結構多いです。例えば回で何考えてるっていう話をしたことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、的中率高い人っていうのは気をつけるポイントの確認をひたすらやっているっていうので大体返ってきます。的中率高い人の中でも稀に音楽口ずさんでるとか、夜何食べたいか考えてるっていう天才もいらっしゃるんですけど、試合で弾くことを考えるとやっぱ練習から自分の射のポイントに意識を集中させておいた方がパフォーマンスが高くなるんじゃないかなと思います。集中力に関してはちょっとお話ししたいことがあるので別の動画にまとめます。こちらは弓道だけじゃなくて仕事にも役立つマインドフルネスっていうのもやっているので、またお知らせできればと思います。はい。で、あと2つです。4つ目は射の分析ができているになります。的中率 95% 超えている人は自分の射を動画に撮って分析している人しかいないです。なぜなら指導されたポイントって自分の
目で見ることができないので、どうなっているか、どこを直したらもっといい車になるのか、感覚と視覚が一致しないと修正がなかなかできないんですね。とにかく動画で撮って指導されるポイント確認や車の分析をしているっていう人が多いです。指導されているポイントを確認することから始めたらいいので、動画の撮影とか分析とか自分なりにぜひやってみていただいた方がすごくいいと思います。こういうところがこうなってるんだっていう新しい発見もあって、またここ直してみようとか、ここは自分の強みだから気に入ってるポイントだよなとか発見すると思うので、これおすすめです。はい、次最後です。5つ目は指導が的確です。結構擬音使って指導する人とかもいると思うんですよね。でも相手にとって捉え方っていうのは様々なので、正直わからないところも多いと思います。例えば角みをズバッと利かすっていう指導の場合、角みを切るように大きくする捉える人もいますし、角みを横に切るように方向を変更するっていう人もいると思っていて、結構捉え方は人それぞれになってしまいます。なので分かりやすい言葉で説明ができるっていうのは的中率高い人の共通点だと思っておりまして、自分の頭の中でも分かりやすいイメージができているので、例えば角みをズバッと利かすっていう指導よりも、角みをこの方向にこのくらいかけたらいいよといった指導する人が多いかなと思います。はい、以上、的中率の高い人の共通点は〇〇ができているっていうお話でした。技術編と特徴編、それぞれお話をしましたが、特に特徴編の5つの要素っていうのは次の練習の1本目から意識できることだと思うので、ぜひやってみてください。このチャンネルではキュート初心者の方にも分かりやすく楽しんでもらうために、そして上手になれるような解説をしているので、アップしているその他の動画もぜひご覧いただけたら嬉しいです。最後にいいねボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画もお楽しみに。